皆さん、こんにちは。今日はドキドキワクワクの日本飲み会体験をお届けします。日本の飲み会って最初は緊張しちゃいますよね。でも大丈夫。このビデオを見ればあなたもきっと楽しめるはずです。さあ、一緒に日本の居酒屋に入ってみましょう。最後にレッスンもありますので、どうぞ終わりまで聞いてくださいね。まず入り口でいらっしゃいませという元気な声が聞こえてきます。びっくりしないでくださいね。日本のお店ではよくある挨拶です。靴を脱ぐように言われるかもしれません。その時は言われた通りにしましょう。きれいな靴下を履いてきてね。さて、席に着きました。メニューを見てみましょう。全部日本語？心配しないで。おすすめは何ですか？と聞けば、親切に教えてくれますよ。ここで人気の居酒屋メニューをいくつか紹介しますね。まずは枝豆。ビールに最高。塩味の茹でた枝豆です。次は焼き鳥。鶏肉の串焼きです。タレと塩があります。刺身の盛り合わせ。新鮮な生魚の盛り合わせになります。唐揚げは日本風のフライドチキン。レモンを絞って食べるのが美味しいです。夏は冷ややっこもいいですね。冷たい豆腐にネギなどの薬味を乗せて食べます。焼きおにぎりは醤油で味付けして焼いたおにぎり。とっても香ばしいですよ。これらをこれくださいって注文してみてね。お酒も忘れずに。とりあえず生は最初のビールを頼むときの魔法の言葉です。日本酒や焼酎も人気ですよ。さて、お酒が来ました。ここで大事な乾杯の瞬間です。みんなでグラスを上げて乾杯と言います。ここからが本番。会話を楽しみましょう。会話のコツをいくつか教えますね。自己紹介から始めよう。名前、出身、日本に来た理由などを話しましょう。日本の印象を話してみて。例えば、日本で驚いたことは？好きな日本食は？なんかいいですね。趣味の話題も盛り上がります。休日は何をして過ごす？好きな音楽は？仕事の話題も OK。でも、詳しすぎない程度にしてくださいね。相手の話をよく聞こう。うなずいたり、相槌を打ったりするのが日本流。文化の違いを楽しもう。私の国では
〇〇だけど、日本ではと聞いてみるのもいいですね。簡単な日本語を使ってみて。間違っても大丈夫。チャレンジする姿勢が大切です。気をつけたい点もあります。政治、宗教、歴史問題などセンシティブな話題は避けた方が無難です。さて、会話を楽しむ準備はできましたか？次は飲み会でよく使う言葉を覚えましょう。お疲れ様。仕事を頑張った人へのねぎらいの言葉。とりあえず生。最初にビールを注文するときの言葉。おかわり。もう一杯欲しいときに使います。もう一軒行きませんか？二次会に誘うときの言葉です。お会計お願いします。支払いのときに使います。割り勘で、みんなで割って同じ金額を払うときに使います。ごちそうさまでした。食事や飲み会が終わった時のお礼の言葉。また今度。別れる時に次回を約束する言葉。気をつけて帰ってね。相手の無事を気遣う言葉。これらの言葉を使えば、もう立派な飲み会マスターです。お酒を注ぐときのマナーも大切ですよ。自分のお酒がなくなっても自分では注ぎません。相手が注いでくれます。そして相手のお酒がなくなったら、あなたが相手のグラスに注ぎます。これは相手との距離を縮め、コミュニケーションを促進する役割があります。相手との壁を取り除き、緊張感を解きほぐす効果があるんですよ。さあ、そろそろお会計の時間です。割り勘にしましょうって言えば、みんなで同じ金額を払います。でも、誰かがおごってくれることもあるかも。その時は、素直にありがとうございますと言いましょう。帰り際、お疲れ様っていうのを忘れずに。それから、二次会どうって誘われるかもしれません。もっと飲みに行こうという誘いです。行けるときは新しい場所で飲み会を続けられますよ。でも、飲みすぎには注意。終電の時間も確認してくださいね。タクシーは高いので気をつけましょう。さあ、これで皆さんも日本の飲み会を楽しむ準備ができました。怖がらずに思いっきり楽しんでくださいね。最後に私からのアドバイスをおさらいします。大切なのはリラックス。日本人も外国人と飲むのを楽しみにしてるんです。わからないことは聞きましょう。日本の食べ物、思い切って試してみて。マナーを守れば
みんな喜びます。自分のペースで飲んでくださいね。無理は禁物です。皆さんの楽しい飲み会体験、コメント欄で教えてくださいね。日本の飲み会文化を楽しんで、素敵な思い出をたくさん作ってください。それじゃあ、いつか一緒に飲みに行きましょう。乾杯。今日の日本語は、赤の他人と上げ足を取るの2つを紹介します。難しそうに見えるけど大丈夫。ゆっくり説明するので、一緒に楽しく覚えましょう。まずは赤の他人です。赤って何だと思いますか？実は赤ちゃんのことなんです。赤ちゃんは家族以外の人を見ると泣いちゃいますよね。それはなぜでしょう？その人を知らないからです。その全然知らない人のことを赤の他人と言うんです。赤ちゃんにとって知らない人という意味です。面白いですよね。例えば、こんな使い方をします。電車で隣に座った人は赤の他人です。これは、電車で隣に座った人は全然知らない人ですという意味です。皆さんも使ってみてくださいね。次は、上げ足を取るです。上げ足って何でしょう？実は、足は人の足ではありません。言葉のことなんです。上げるは、上げるとも書きます。足を上げるを想像してみてください。お相撲さんが相手の足を持ち上げて倒そうとしている姿が浮かびますか？上げ足を取るは相手の言葉の小さな間違いを指摘することです。相手を困らせたり怒らせたりするときに使います。例えばこんな会話です。昨日の晩ご飯とっても美味しかったです。晩ご飯？昼ご飯のことでしょ？あ、そうでした。間違えました。気をつけてね。間違えると恥ずかしいよ。この時、B さんは上げ足を取っています。A さんの小さな間違いを指摘して困らせていますね。あまり良くない行動です。上げ足を取る人はあまり人気がありません。だから皆さんは上げ足を取る人にならないように気をつけましょう。これらの表現どうでしたか？日本語にはまだまだ面白い言葉がたくさんあります。今日覚えた赤の他人と上げ足を取る。ぜひ使ってみてくださいね。皆さんの日本語上達を心から応援しています。質問があればいつでも聞いてくださいね。今日はここまでです。このチャンネルの動画の文章をダウンロードできるようにサイトを作りました。よかったら応援してください。概要欄にリンクを貼っていますので、そこから見てくださいね。よかったらチャンネル登録とグッドボタンを押してくれるととても嬉しいです。また次の動画で一緒に散歩しながら
日本語を勉強しましょう。またね。